だけどこの格好で海や山行きませんっていう人もいるわけよ。ほとんど乗られたことがないかもしれないですけど、ないね、ボルボ。土屋さんからすると最も遠い存在かなって思うんですけど、ボルボ久々だね。土屋さん的にボルボっていうとどんな感じのイメージですか？事故っても知らない車っていう感じ。安全。だから割とボディがしっかりしてるからさ、しっとりしてるね。これエアサスもあるけれども、すごくしっとりしてる。なんか高級車に乗ってるっていう感じだよね。だからエアサスの味付けがうまいんだろうな。ただエアサスにすりゃいいってもんじゃないよね。もう車重だとかホイールベースとかトレッドだとか考えた、そういう数値の上でこのエアサスの数値を出してんじゃないかな。逆にじゃあこの XC 買うんであれば、エアサスはつけた方がいいかなと思うな。このエアサスはいいな。質感が高いし、やっぱね、高級車に乗ってるっていう感じがする。特にどういうところの質感が高いなって感じですか？入力だとかギャップの乗り越え方だとか、ああ高級車だっていう、そういうギャップのその吸収の仕方だよね。これはうまいな。ふにゃ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 したエアサスではない。エアサスって割とこうふわんふわんしてんだけどね。そうですね、イメージ的にはちょっとふわふわっと、そうなんかまあ悪く言えば落ち着きがないというか、ベッドで言えばウォーターベッドみたいなさ、ああいう感じなんだけど、これはね、しっかりしてるエアサスだね。しっかりしてんだけど、しなやかさが、エアサスの上品なものがあるっていう感じ。だからこういう都内だとか平らなとこ走る分には、この2リッターターボ、ハイブリッドで、全然普通に、何のこう違和感もないよね。嫌なところもない。これがじゃあ上りとかそういうところに行った時にどうかなっていう同伴車線とか、だからこういう平らなところ、都会なんかで走る分にはもう全く問題ないよね。普通だと、この重さだと2リッターだとちょっときついかなと思うんだけど、そこはうまいね。全然加速にしても何不自由なく、普通にスムーズに吹ける。フィーリングはなんか違和感とか感じますか？全くない。だからこういうのがボルボの良さじゃない？あんまりこう出しゃばってこないというか、どこも出しゃばんないんだけど不満がない。不満要素を見つけるんだけどない。そこがうまいところだよ。だからやっぱりボルボファンっていうのはボルボから動かないもんね。指名買いってことですね。そうそうですよね。なんかボルボっていうと安全な車ってなんか、それ以外があまり思い浮かばないですけど、やっぱり近年こうどんどんおしゃれな感じっていうかにはなってるよね。安全であることがもうすでに当たり前っていうのがもう前提になってるんで、それにプラス付加価値をつけるとなると、やっぱりそういうおしゃれとかと思うよ。デザイン性っていうことになってくるんですよね。だって昔90年代のボルボなんてもうほんと武骨でさ、なんか昔でいうスバルみたいな、スバルレオーネとかさ、そういうぐらいのイメージかな。ボルボ、なんか鉄の塊レンガみたいな。だからそのブルーペンの時に知ったぐらい。だけどそこから、まあスバルもそうだけど、ボルボも、すごくデザインが良くなったよね。デザインが洗練された。中身だけ一生懸命作ってきた車が、その側も気にするようになったっていうことだろうね。デザイン的にもやっぱり特徴あるしね、ボルボって。で、室内も派手さが一切ないから、こういうのもやっぱり魅力なんじゃない？まあこうね、ウッドの使い方とか、ステッチの使い方とかっていうのは結構おしゃれですよね。ボルボらしい。いや、本当に。これ嫌だっていう人いないでしょ。
そうですよね。やっぱだからちょっとこう個性的になればなるほど、好き嫌いって分かれてくるじゃないですか。それからするとやっぱボルボみたいにこう間口を受け皿を広くするメーカーだとすると、やっぱそういう逆に控えめな誰でもがこう好んでくれるようなデザインじゃないと、逆に受け入れられない可能性も高いですよね。そうなんだよね。だから今時はやっぱりジャンルが広がったよね、ファンの。昔はさ、大学教授とか医者とかさ、弁護士とかさ、割とボルボだった。目立たずいい車に乗りたいっていう人が多かった。だけどこの頃は一般の人でも、まあ、ここ10年前後、ボルボを選ぶからね。そうですね。そういう人たちが増えたことでこの車も納車待ちになってますね、しばらく。と思うな。やっぱりその一般の人から好かれるっていうのはスタイルであったり、こういう室内の作り込みであったりさ、すごく大事だよ。まあ、ちょっと乗ってこられてですね、まあ、操縦性とか、まあ、前、土屋さん、オデッセイは低重心のハンドリングエコノミーとおっしゃってたんですけど、この車は街乗りでハンドリングってどうですか？もうちょっとかなりボディも大きいですけど。いや、運転しやすいよ。視認性もいいし、四隅も分かりやすいし。だからでかいから、やっぱり初心者にはちょっと難しい大きさだよね。慣れれば全然問題ないと思う。で、分かりにくいスイッチもないしさ、ほんと全部が分かりやすい。そうですよね。スイッチ類のホスピタリティとか、結構やっぱり僕らもいろんな車乗ってすぐ触らなきゃいけないですけど、ボルボあんま迷わないですね。迷わない。だからこれはすごく大事なことだよ。初めてボルボ買った人でも、ボルボ乗り継いでる人でもそうだけど、このスイッチなんだろうってこう運転しながらね、買ってから数日間そわそわしなくていいよね。これは大事。確かにね、ステアリング上下が手動ってびっくりします。800万で手動それはないな。テレスコが手動だったっていうのはちょっと800万近くする車が手動はないでしょう僕もちょっとびっくりしたなんか誘導順にそうですでも800万近くする車はやっぱりそういうところもさ、かゆいところに手が届くっていう手動はやめてもらいたいね。実際このまあちょっと乗られて、まあ、この車が800万ってどうですか？適正価格がちょっと高いなと思われますか？800の価値ってのはもうその人にしか分かんないよね。そうですね。その値段までいってしまうと、もう他に選択肢もあるので。そう800って言ったらもういろんなジャンルがあるからさ、いろんなメーカーが。そう考えたらやっぱりこう、ボルボもいいし BM もいいしってなるわけよ。いろんなこうメーカーが出てくるから。でもその中で800出してボルボっていう人はやっぱボルボに乗ってた人だと思う。安全。800万だったらよくて当たり前ですからね。さらにそこに何か付加価値がなかったら、なかなか乗り換えとか選んでもらうことって難しいですよね。目の肥えている人たちがあるわけです。と思うな。これがちゃんとしたハイブリッドだったらね、モーターで走ってるとかそういうんだったら800万の価値はあると思う。だからこれモーターで走んないからね。そうです。プラグインだと1000万近くになってしまうので。1000万って言ったらもういろんな選別ができるよ。そうですね。1000万の SUV って世の中にゴロゴロしてるからね。これ久々に乗りましたけれどもね、ボルボの SUV は本当に久々でしたけれども、2リッターかな、2リッターターボ。やっぱり普通にこういうところを平地でね、都内を乗るんならやっぱこうおしゃれな SUV だなって、800万はしてもしょうがないかなっていうボルボブランドがそうさしてんのかなっていう感じがしますね。乗り心地はエアサスで、これは絶対エアサスの方がいいと思う。めっちゃ乗り心地いい、質感高いし乗り心地いいし、800万の足回りかっていう感じはしますね。あとはもう本当にボルボブランドで好きな人はね、ずっとボルボに乗り継いでる人
にとっては全く裏切ってません。